京都の旅をしてみませんか？今回は京都観光で絶対外せないスポットを10カ所厳選してご紹介します。1000年を超える歴史が息づく古都京都。ここには風格ある寺社仏閣、心を落ち着かせる美しい庭園、そして受け継がれてきた伝統文化と芸術が訪れる人々を魅了し続けています。春の桜、夏の緑、秋の紅葉など四季折々の風景はまるで一幅の絵画のようです。京料理や抹茶、和菓子など五感で味わう京の味覚も旅の醍醐味。今回はこれまでに訪ねてきた100以上の名所の中から特に外せない10カ所を厳選してご紹介します。それでは京都の旅に出ましょう。朱色の鳥居がどこまでも続く神秘の世界。ここは伏見稲荷大社。全国に約3万社ある稲荷神社の総本山です。京都駅から約10分でアクセスできます。伏見稲荷大社は現在では年間約1000万人が訪れる人気スポットとなっています。創建は711年、1300年以上の歴史を持ちます。商売繁盛や五穀豊穣の神様として古くから信仰を集めています。最大の見どころは何といっても千本鳥居。朱色の鳥居がずらりと連なる光景は圧巻の一言です。その数1万基以上。これは約400年前から願い事が叶うたびに参拝者が感謝の印にと鳥居が奉納されるようになったためです。鳥居をくぐりながら山頂を目指す参拝路は約4キロにも及びます。千本鳥居を抜けると奥社奉拝所の右奥に願いが叶うかどうかを占える重軽石があります。予想よりも軽ければ願いが叶うそうです。ぜひ試してみてください。また境内には稲荷狼の使いとされる狐の像によく出会います。楼門前には阿吽の狐が鎮座し、右が玉、左は鍵をくわえています。稲穂や巻物をくわえている狐もいて探してみるのも面白いです。伏見稲荷大社はその歴史と神秘的な雰囲気が融合した場所。千本鳥居の美しさとパワーが体感できます。京都で最も雅できらびやかな金閣寺は京都観光では外せないスポットです。京都駅から約40分でアクセスできます。金閣寺は正式名称を六恩寺といい、京都を代表する世界遺産の一つです。1994年に登録され、その美しさと歴史的価値から国内外の多くの旅行者が訪れます。黄金に輝く舎利殿が池に映える姿はまさに圧巻。室町時代に足利義満が建立したこの寺は日本の美の象徴とも言えます。舎利殿は3層の構造で、1層目には足利義満座像と釈如来が安置されています。2層目と3層目には金箔が貼られ、特に晴れた日の朝は輝きが一段と美しいです。世界遺産に登録されたゆえんは舎利殿ではなく、金閣寺の歴史的背景と庭園の評価にあります。舎利殿は1950年に放火に遭い、近年再建されたためです。金閣寺の庭園は衣笠山を借景とした池泉回遊式庭園で、自然と調和した美しい景観を作り出しています。さらに見どころは京都三大松の一つ、樹齢600年を超える陸首の松や中国の故事に倣った龍門の滝。この滝は鯉が滝を登ると龍になるという伝説に由来します。また丘の上に茶室、石化亭があり、夕方ここから見る金閣は特に見事だという意味を茶室の名に込めています。見返り金閣とも呼ばれ、ぜひ写真に収めたい光景です。清水の舞台で名高い京都の代表的な寺院、清水寺。京都駅から約20分でアクセスできます。世界遺産に登録されたこの寺は778年に創建され、1200年以上の歴史を持ちます。
最初に目に飛び込んでくるのは清水寺の正門、仁王門。鮮やかな朱色が美しい堂々たる佇まいです。三重の塔は高さ31メートルあり、清水寺のシンボル的な存在です。最大の見どころは何といっても清水の舞台。高さ13メートルの舞台から見下ろす景色はまさに絶景です。舞台を支えるのは18本の欅の柱。この舞台は懸崖造りという工法で釘を一切使わずに作られており、その建築技術の高さにも驚かされます。春は桜、秋は紅葉、冬は雪景色と四季折々の美しさを楽しむことができます。特に舞台から見る紅葉は見事です。奥の院を紅葉が包み込み、その下の音羽の滝から渓谷の金雲渓にかけて絶景が広がっています。こちらは奥の院から見た本堂です。本堂をまるで赤い雲海が包むかのようです。音羽の滝はその水を飲むと願いが叶うと言われています。滝の水には健康、長寿、学業、良縁などのご利益があるとされています。さらに清水寺へと続く参道、清水坂は両脇に趣のあるお土産屋さんがずらりと並び、歩きながらの買い物も楽しめます。清水坂を降り、三年坂、二年坂へと進むと、京町屋の風情が色濃く残る石畳の道は散策に最適です。近くには京都のシンボルともいえる八坂の塔が姿を現します。夜にライトアップされた八坂の塔は格別の美しさです。清水寺とその周辺で古都の風情を心ゆくまで堪能し、忘れられない旅の思い出を残してください。歴史と自然が織りなす嵐山。京都駅から約30分でアクセスできます。桂川に架かる渡月橋は京都だけでなく日本を代表する観光名所です。渡月橋の名前の由来は鎌倉時代、亀山天皇が満月の晩に渡月橋の上の月を眺めてくまなき月の渡るに似ると歌われたことに由来します。嵐山は春は桜、秋は紅葉の名所としても知られます。日本紅葉の名所100選にも選出されている日本を代表する紅葉名所。秋になると山全体が紅葉で彩られ、錦織りなすような美しい景観が広がります。嵐山観光の中心的存在の世界遺産の天龍寺。嵐山駅から徒歩約5分ほどです。室町幕府の初代将軍足利尊氏が後醍醐天皇を弔うために建立した寺院です。夢窓疎石が策定したとされる曹源池庭園は嵐山を借景にした国の特別名勝にも指定された見事な庭園で、四季折々に美しい景観を楽しむことができます。春の桜、秋の紅葉は見る人々を魅了します。天龍寺の北門を出たらすぐにもう一つの嵐山の名所、竹林の小道があります。昼なお暗い幻想的な空間で空を覆い尽くす竹林の中を歩けば、まるで別世界に迷い込んだような感覚を味わえます。さらにその先の奥佐賀へと足を伸ばしてみましょう。奥佐賀は静寂に包まれた緑豊かな場所。秋は紅葉の一大名所となります。小倉山のふもとに位置する常寂光寺は約200本ものもみじが植えられており、秋には境内全体が真っ赤に染まります。仁王門前は皆が足を止める人気の撮影ポイントとなります。紅葉の馬場と呼ばれる二尊院では参道を紅葉が埋め尽くします。祇王寺は苔の名所として知られ、趣あるかやぶき屋根のいおりの佇まいが見どころです。さらに嵐山ではトロッコ列車もおすすめ。保津川沿いの渓谷美を列車の車窓から楽しめます。秋の紅葉シーズンはトンネルのように続く紅葉の中を走り抜けていきます。嵐山は歴史と自然が織りなす京都観光には欠かせない場所です。
金閣寺のきらびやかさとは対照的に静かで落ち着いた銀閣寺。正式名称は慈照寺といい、世界遺産に登録された臨済宗の寺院です。京都駅から約40分でアクセスできます。銀閣寺は1482年に足利義政によって建立されました。義政は祖父義満の金閣寺を参考にしながらもわびさびの美学を追求し、銀閣寺を作り上げました。その簡素ながらも深みのある美しさが多くの人々に親しまれています。最大の見どころは銀閣と呼ばれる国宝の観音殿と庭園の美しさです。庭園はわびさびの精神が詰まった枯山水庭園で、白川砂で作られた銀遮壇と光月台があります。銀遮壇は波紋を模しており、月の光を反射するように作られたと言われていますが、正式には分かっていないようです。秋には境内が紅葉に包まれ、銀閣と赤や黄色の美しい景色が広がります。展望台からは銀閣寺の庭園と周囲の山々が一望でき、銀閣の美しさがより一層引き立ちます。静かな佇まいの中に広がる銀閣寺はわびさびの美学が息づいています。50の塔がそびえ立つ古都京都のシンボル東寺。京都駅からは徒歩約15分でアクセスできます。東寺は世界遺産に登録された真言宗の総本山です。平安遷都とともに796年に桓武天皇によって建立。その後弘法大師空海に託されたお寺です。東寺は平安京で唯一残っている遺構です。最大の見どころは50の塔。その高さは55メートル。木造の建物としては日本一の高さを誇ります。落雷などで4度焼失しましたが、その度に修復されてきました。春の桜シーズンには50の塔を背景に咲き誇る桜が絶景を作り出します。桜や紅葉のライトアップも開催され、とても幻想的な雰囲気を楽しむことができます。境内には空海が修行したとされる国宝の御影堂や金堂、講堂など歴史的価値の高い建造物が数多く残されています。講堂には21体の仏像が安置されており、そのうち16体が国宝、5体が重要文化財に指定されています。歴史と信仰が息づく東寺はとても美しくて荘厳です。京都の世界遺産二条城は1603年に徳川家康が京都の居城として築城した歴史的な名城です。京都駅から約20分でアクセスできます。二条城は徳川幕府の始まりと終わりを見届けた場所として日本の歴史を語る上で欠かせません。まず目に飛び込んでくるのは二条城の正門である東大手門です。さらに進むと華麗な金細工や精巧な彫刻が施された唐門が現れ、その豪華さには目を奪われます。二条城の最大の見どころは国宝に指定された二の丸御殿です。将軍の権威を示す豪華な装飾が施された御殿で、内部には33の部屋と1016面ものきらびやかな障壁画が残されています。特に大広間は1867年に徳川慶喜が大政奉還を表明した場所として有名です。当時の様子は洛中洛外図屏風にも描かれており、往時のにぎわいを偲ぶことができます。庭園も見どころの一つとなっています。二の丸庭園は江戸時代の名庭師小堀遠州作と伝えられる知泉回遊式庭園で、国の特別名勝にも指定されています。巧みに配置された石組みや池は四季折々の美しい風景を映し出します。二条城は紅葉や桜の名所としても知られており、春には約300本の桜が咲き誇り、桜のトンネルやしだれ桜が見事です。秋には楓やイチョウが庭園を鮮やかに彩ります。現在の天守閣は消失してしまいましたが、天守閣跡からは二条城の美しい景観を一望することができます。
歴史と美が織りなす二条城は、荘厳な佇まいと自然が江戸時代の栄華を感じさせてくれます。歴史と自然が調和した京都随一の名刹南禅寺。京都駅からは約30分でアクセスできます。鎌倉時代1291年、亀山天皇によって創建されました。高さ22メートルの山門は圧巻。日本三大門の一つで、石川五右衛門が絶景かなと叫んだ舞台としても知られています。特に見どころは赤レンガ造りの水路閣。アーチ橋の上を琵琶湖疎水が流れ、その独特な景観は多くの観光客を魅了しています。春は桜、秋は紅葉に彩られます。特に山門から八頭にかけての紅葉は見事で、撮影スポットとしてとても人気です。南禅寺は美しい庭園でも知られています。北条庭園は小堀遠州作と伝えられ、江戸時代初期の代表的な枯山水庭園です。庭の塀に示す5本の定規筋は、南禅寺が最高格式であることを示しています。静寂な空間で禅の世界を感じることができます。南禅寺は歴史、文化、自然が調和したまさに京都を代表する観光スポットです。ぜひ訪れてその魅力を体感してみてください。もみじの永観堂と称される京都の古刹永観堂。南禅寺から徒歩約10分、京都駅からは約30分でアクセスできます。平安時代の853年に創建され、正式名称は禅林寺です。約3000本もの紅葉が境内を彩り、もみじの永観堂と古くから謳われるほどの紅葉の名所として知られています。永観堂の見どころはご本尊見返り阿弥陀です。首を左に回した珍しい姿で倒れた信者を励ました永観立志の伝承に由来します。また北条池周辺の紅葉をはじめ、境内の紅葉は息を呑む美しさとなります。塔と紅葉のコントラストが絶景を生み出し、訪れる人々を魅了します。永観堂では紅葉の時期に夜間のライトアップも行われ、昼間とは異なる幻想的な雰囲気も楽しめます。紅葉の季節だけでなく、春や夏も青もみじとして親しまれ、四季折々の美しい景観を楽しめるのも魅力の一つです。秋の鮮やかなもみじ、四季折々の落ち着いた雰囲気の境内は、訪れる人の心を癒し、歴史、文化、自然が調和したまさに京都を代表する観光スポットです。京都の奥座敷大原。比叡山の麓に広がるこの里は、静寂に包まれた美しい山あいの地です。大原の中心をなす三千院は、最澄が開いた寺院を起源とする天台宗の名刹。境内には青々とした苔庭が広がり、さまざまな種類の苔が織りなす緑の絨毯が訪れる人の心を癒します。とりわけ秋には参道の両脇に広がる紅葉のトンネルがまるで錦織りなす絵巻物のよう、訪れる人を幻想的な世界へと誘います。苔庭の片隅には優しい表情のわらべ地蔵たちが静かに佇み、訪れる人々の心を和ませます。三千院から徒歩約5分の宝泉院では、額縁庭が圧巻。梁と柱が額縁となり、紅葉の庭園が一幅の絵画のように見えます。特に奥座敷の王座の席からの眺めはまるで生きた絵画のよう。また京都三大松の一つとされる樹齢700年を超える五葉松と紅葉のコントラストは息を呑む美しさです。歴史と日本の原風景が息づく大原へ、都会の喧騒を忘れ、癒しのひとときを過ごしに足を運んでみてください。いかがでしたでしょうか。今回は京都観光で絶対に外せない
厳選した10のスポットをご紹介しました。この動画を通して少しでも京都の魅力が伝わっていれば幸いです。しかし京都の歴史は奥深く、その全てをお伝えすることはできません。ぜひ実際に京都を訪れて、あなただけの京都を見つけてください。何度訪れても新しい発見がある、それが京都の魅力です。皆様の旅が素晴らしいものになりますように。ご視聴ありがとうございました。